昼から飲む茶は格別だな。さっぱり酔わないが眠気は覚める。酒を買う金がないから茶を飲んでいるんじゃない。酒が飲みたい時もあえて茶を飲むのが俺の流儀。おや、浮世の雑音が聞こえるな。俺の孤高なる男の世界がまたも世間を騒がせてしまったようだな。俺は罪深い男だ。ああ、渋い。渋すぎるぞ俺。ああ、これまた面白い顔が一堂に会したもんだな。無謀なる愚か者どもは己に降りかかる悲しい宿命を知らない。あと1000人は連れてこい。これっぱかしの数じゃ売れならしにもならん。しばしの静寂が俺の日常に戻った。なんとも騒がしいの。それにしてもなんじゃあの顔は。しばらく見ぬうちに人間の顔は随分と気味悪くなったものじゃの。なんという可憐さ、なんという雅さ、なんという崇高なる美の極致であろうか。いや、本当に騒がしいやつらでしたね。はって、お主も十分に騒がしかったと思うが。僕はああいうやつら理解できないな。今度会ったら指先一つで昇天させてやりますよ。ほーあたあたあたどうですお嬢さん。10日後僕の勝利の瞬間を目撃してみませんか。
なんだったら今すぐでもいいですけど。お主はいつもああいうやつらと遊んでおるのか。いつだって完全勝利ですけどね。野蛮なものじゃな。この国の地はここまで暗くなってしまったか。なんとも嘆かわしいの。どうも子猫ちゃんと俺の会話が噛み合っていない気がする。すれ違う二人の心。ここにも字がかけらもない男が一人。世も末じゃな。この上に血が感じられないだと。分かってるさ。俺と子猫ちゃんでは生きる世界が違ったということ。ただそれだけのことさ。だがよ、男ってのはそんな簡単に生き方を変えられるもんじゃねえ。男には男の世界があるんだぜ。浮世の雑音が聞こえてくるの。